はい、じゃあ、私の方からは、最後にですね、ウェブサイトを発注する、企業の方々、それから実際に制作をする、制作会社の方々と、障害のある当事者、ユーザーですね、これをつなぐ、仕組みについて、少し私の方で取り組みをしていますので、そのご紹介をしつつ、アクセシビリティをどういうふうに高めていくかというふうな話につなげていきたいと思っています。次のスライドお願いします。はい、まず簡単に、自己紹介をさせていただきます。石木正秀と申します。第1部をお聞きの方は重複になりますが、先天性のロービジョンです。今ですね、右目が、0.01視力ですね、あるかないか、多分ない日の方が多いですね。で、今どのくらい見えてるかというと、上にこう黄色っぽいライトがついているなとかですね、目の前はもう真っ白ですね。多分スクリーンなんですけど、何が書いてあるかとかは全然わからないという状況です。で、中学、高校と盲学校にいまして、その後一般企業を経て、今現在フリーとして活動しています。アクセシビリティの仕事はもう15、6年になります。はい、じゃあ次お願いします。はい、アクセシビリティの活動をしていく中で、私意識の意識として2つ挙げます。笑うとこです。はい、ここでしか笑えないと思うので笑っといてください。はい、2点あります。1つは、先ほど冒頭にも申し上げた通り、制作者、発注者と当事者をつなぐ橋渡しになりたいというところです。先ほどモロクマの方から、モロクマの勤務先の会社さんでのですね、サイトリニューアルについてお話が、ありましたが、UI デザインさんはモロクマさんっていう素晴らしいエンジニアがいるので、ちょっとこれアクセシビリティチェックしてよって気軽に言えますよね。ですけど多くの、発注される企業さん、それから制作会社さんには障害当事者が社員としていないケースの方が多いとすると、アクセシビリティ興味はあってやりたいと思っているんだけど誰に聞いたらいいかわからないというニーズが実際にあります。なのでここの橋渡しをしたいというふうに考えていました。もうこれは10年近く前からですね、ずっと考えていたことです。それともう一つ、これもカクテルズとしてフリーになるときにからずっと考えていることなんですが、アクセシビリティに携わる当事者をもっと増やしたいという思いがあります。さっき井原の方からも話あった通り、ウェブサイトに関するユニバーサルデザインのことなのに関わる当事者が極端に少ないんですね。でもちろん技術的なところをある程度勉強しないと、参入できないとかですね、いろいろ最初に越えなきゃいけないハードルがあるので、そこは難しいところではあるんですけれども、それでもですね、やはりユニバーサルデザインに関することである以上、当事者がもっと知識を持って経験を積んできちんと発信していくべきだろうというふうに考えています。はい、じゃあ次お願いします。はい、そこでですね、昨年ですね、サニーバンクというサービスに出会いました。障害者専門のクラウドソーシングサービスです。インターネット上で仕事を発注したい企業さんと、仕事をしたいという当事者、障害当事者ですね、をつなぐという、サービスです。で、オープンしてからもうそろそろ1年ぐらいになるんですけれども、今はですね、例えばデータ入力だとか、文章の執筆だとか、あるいはイラストの作成なんかもあるようです。でこのサービスはですね、視覚に限らず、聴覚に障害のある方、肢体不自由の方、それから発達障害、精神障害のある方にも登録をいただいて、仕事をしていただくというふうなことを考えているサービスです。はい、でその中でアクセシビリティ診断というのをメニュー化しましょうというご相談をいただいたのがちょうど1年前です。で、これは素晴らしい。さっき私が言った意識の意識を2つとも叶えてくれそうなサービスだなということでご協力をしています。で、具体的にどんなサービスかというとですね、3つぐらいのレイヤーがあるというふうに考えてまして、まず1つは基礎診断としてですね、サニーバンクに登録いただいている障害を持っている方々にご自身が普段使っているパソコンの環境で実際にお客様のウェブサイトを使っていただく
でその上でユーザーとして問題点、それから良い点ですねも指摘するというのが最初の基礎診断です。それから2つ目のレイヤーとしてはもう少し詳細にソースが読めてソースレベルで指摘ができる、これも問題点と良い点と指摘ができるというのが2つ目のレイヤーです。で3つ目のレイヤーとしては、JIS X8341の3に基づく試験ができる、というのを、最終的なレイヤー、一番難しいハードルの高いレイヤーとして挙げています。でですね、このサービスですごく大事にしているところがですね、問題点だけではなくて良い点もきちんと報告するということですね。実際ですね、アクセシブル、ある程度アクセシブルなサイトでこれちゃんと作ってるんだろうなと思ったんですけど、話を聞いてみたらいや偶然なんですっていうことが時々あります。特にアクセシビリティの勉強をしたわけでもないんだけど、代替テキストがきちんと入っていたり、見出しとすべき部分が見出しになっていたりというサイトが時々あるんですね。ただそういった場合にですね、これアクセシビリティ上いいことなので続けてくださいねって言わないと、リニューアルすると全部やめちゃうんですね。せっかくいいことをしているのに。なので、このサニーバンクのサービスではただ問題点を指摘するのではなくて、良い点をここは良いので続けてくださいということを報告することをすごく大事にしています。で、3つのサービスのレイヤーがあるとお話ししました。で、ただですね、じゃあ登録していただいて明日からアクセシビリティ診断できるかというとなかなか難しいんです。ユーザーとしてですね、ここが使えないんだよねってなんとなくふわっとは言えるんですけど、じゃあもっと具体的にどこなのか、それからなぜ使えないのか、どうなったら嬉しいのかということをきちんと、お客さんに分かるように伝えるというのはやっぱり訓練が必要ですので、それを身につけていただくための講習会というのをやっています。今年に入って今まで3回ですね、3月、5月、8月と3回、開催してきました。3月と5月に関しては、視覚障害者に限定をさせていただいて、スクリーンリーダーを使って、勉強するという会をしました。それから8月に関しては視覚以外の方ですね、聴覚に障害のある方と、あと足に障害があってなおかつ、診断は出てないけれども ADHD じゃないかなという、方もご参加いただいて、そういう方とアクセシビリティについて、ここはすごくいろんな議論もしました。で、内容としてはですね、大きく2部構成です。最初の1時間半で座学として、診断のサービスの内容ですとかアクセシビリティの基本的なところを抑えるような座学をします。でただ座学を聞いてもなかなかレポート書けるようにはならないので、やはり1回実践でやってみようということでですね、演習用のサイトを作っていますので、それを用いて実際に参加者の方々に問題点から良い点を見つけていただいて、なぜ問題なのか、どうなったら嬉しいのか、あるいはなぜここが良い点なのかということをきちんとレポートするまでですね、演習としてやっていただくというふうな時間を設けて、合計3時間の講習となっています。で今まで3回、講習をしてみてですね、受講生からいろんな声が、出てきました。まず視覚障害のある方からはふわっとどこが使えないとか、ここが読まないみたいなこと、この辺が読まないみたいなことは分かっているけども、具体的にどこが読まないのかっていうのを伝えるのはなかなか難しいですね。ただこれはできるようになりたいですという話。それから発達障害のある、方からですね、自分も、明朝体のフォントは読みづらいんだという意見をいただきました。私自身ロービジョンでして、明朝系のフォントって読みづらいんです。なのでゴシック系のフォントの方がいいですよって話をしてるんですけども、その話をすると発達障害のある方から僕もそうですという話が出ました。そんな感じでですね、講習会を開催しつつ経験を積んでいただいて、できるだけ多くの方にアクセシビリティの診断ができるようになっていただくというふうな取り組みを続けています。で、今までですね、さっきこのセッションの最初の方で井原の方からJISの話がありましたけれども、もちろんJIS大事です。
最大公約数としてまとめられたガイドラインですので、JISは大事なんですが、JISだけでは不十分だろうというふうに感じています。でそれを補う方法としては、やはり多様な当事者に直接会って、声を聞くというところが欠かせないだろうというふうに思っています。でこれをやることを実現することによって、障害者雇用の一端にもなると、アクセシビリティの診断ということが、特に視覚障害者にとっては新たな職域の一つになるんじゃないかなと、ぜひしたいなというふうに考えています。ということで、私の方から、発注者、制作者とユーザーをつなぐ、仕組みについて、事業についてご紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。